皆さん、こんにちは。Japanese Listening with Miyu へようこそ。やあみゆ、今日は遅刻しそうな顔してるね。え、そんなことないですよ。でも実は今朝寝坊して朝ごはんコンビニのおにぎり食べながら来ちゃいました。それ完璧な導入じゃないか。今日のテーマは日本の朝の習慣だから。マジですか？ラッキー。じゃあ、私の失敗談も教材になりますね。まあ、そういうことだね。リスナーの皆さん、今日は理想の朝じゃなくてリアルな朝を話しますから安心してください。みゆみたいに寝坊する日もあるし、完璧な朝なんてないですよ。助かった。じゃあ、ハルト先生、正直に聞きますけど、本当に毎日6時に起きてるんですか？インスタとかでよく見る朝5時起きで瞑想してヨガしてみたいな人じゃないですよね。違う違う。僕も普通の人間だから目覚ましは6時にセットしてるけど、実際は6時15分くらいにスヌーズボタンを3回押してから起きる。それめっちゃ親近感湧きます。私なんてスヌーズ5回ですよ。で、結局7時半になってやばいって飛び起きるパターン。学生の特権だね。でもみゆ、バイトある日はどうしてるの？バイトの日は、頑張っておきます。でも、正直、二度寝との戦いです。そうだ。ハルト先生、目覚まし時計何使ってます？スマホですか？僕はスマホだね。でも妻が最近、スマホを寝室に持ち込むのやめたらって言い始めてさ、ブルーライトがどうとか。わかります。私の友達もそれ言ってた。でも、スマホないと目覚まし、どうするんですか？普通の目覚まし時計を買えってことらしいけど、まだ買ってない。で、みゆ、起きてから最初に何する？トイレ？それは、まあそうだね。その後は？その後は、スマホチェック。布団の中で SNS 見ちゃうんです。これ、ダメな習慣だってわかってるんですけど、いや、わかる。僕もメールチェックしちゃう。で、気づいたら30分経ってて、やばいってなる。そうそう。で、慌てて洗面所に行って、あれ？ハルト先生、顔洗うの先ですか？歯磨きが先ですか？僕は、その日による？基本は顔を洗ってから歯磨きだけど、時間ないときは歯磨きしながら顔を洗ったり。同時に？それ、どうやるんですか？いや、口に歯ブラシ加えたまま顔に水かけるんだよ。効率的だろ？それ、見てみたいです。でも私、冬の朝の冷たい水が苦手で、お湯使っちゃうんです。わかる。冬の朝は修行だよね。僕も最近はお湯派。冷たい水でシャキッと目覚めるとか、若い頃の話。ハルト先生、まだ若いじゃないですか。で、その後、朝ごはんですよね。今日は何食べました？今日は納豆ご飯と味噌汁。インスタントだけど。納豆。私、まだ納豆苦手なんです。ネバネバが。そうなんだ。じゃあ、みゆは普段何食べてるの？私はパン派です。トーストにピーナッツバター塗って、コーヒー。超シンプル。時間ないときは
そのまま持って出ちゃいます。通学しながら食べるの？ダメですか？いや、ダメじゃないけど、日本だと歩きながら食べる人少ないかな。でも、若い人は結構やってるよね。あ、そうなんですね。私の国だとみんな普通に歩きながら食べてるから気をつけます。まあ、朝は時間ないからね。僕も昔、会社行く途中でコンビニのおにぎり食べてたし。あ、ハルト先生もちょっと安心しました。あ、そういえば朝ごはんいつも和食なんですか？いや、全然。週末はパンケーキ作ったりするよ。妻がね。僕は作れないけど。奥さんが作ってくれるんですか？いいなぁ。私一人暮らしだから全部自分でやらなきゃいけなくて。一人暮らしは大変だよね。料理とかちゃんとしてる？ちゃんとの定義によりますけど、カップラーメンもクッキングって言っていいですか？まあ、お湯沸かしてるからね。料理の一種かな。でしょ？あ、でも味噌汁は作りますよ。インスタントじゃなくってちゃんと昆布と鰹節で出汁取って本格的じゃん。はやってません。粉末だしです。でも豆腐とわかめは自分で入れます。それで十分だよ。僕なんて、インスタント味噌汁にお湯入れるだけだから。みゆの方が偉い。やったー、褒められたー。で、朝ごはん食べながら何かしますか？テレビとか見ます？うん、ニュース見るよ。でも最近のニュース、暗い話ばっかりで、朝から気分下がる時あるんだよね。わかります。私もニュース見るのちょっと怖い時あります。だから SNS で楽しい動画見てます。猫の動画とか。マコの動画ね。まあそれも悪くないかも。朝から笑えるし。そうなんです。で、朝ごはん終わったら着替えですよね。ハルト先生、スーツですか？今日はね、でも最近会社がカジュアル OK になって、週に2回くらいはジーンズで行ってるよ。いいですね。私は学生だから毎日カジュアルです。でも服選ぶのめっちゃ時間かかるんです。ああ、女性は大変だよね。僕なんて同じような服ばっかりだから、適当に取って着るだけ。それ羨ましいです。私、毎朝今日は何着ようって悩んで、結局時間なくなって昨日と同じ服着たり。昨日と同じでもいいじゃん。誰も覚えてないよ。そう思います。でも、友達に、それ、昨日も着てたよねって言われたことあって。それは、まあ、たまたまだよ。気にしない気にしない。そうですね。で、着替え終わったら、持ち物チェックですよね。私、これが一番苦手なんです。なんで？だって、いつも何か忘れるんです。この前も教科書忘れて、授業で友達に借りて、めっちゃ恥ずかしかったです。あるある。僕も会社の鍵よく忘れる。で、会社着いてから、やばいって。ハルト先生もですか？ちょっと安心しました。で、忘れた時どうするんですか？総務に電話してスペアキー借りる。で、毎回次から気をつけますって言うんだけど、また忘れる。それ、私と同じパターンです。学習能力ないですよね、私たち。まあ、人間だからね。完璧じゃなくていいんだよ。で、家出る前に行ってきますって言う？言います。一人暮らしなのに、なんか言わないと変な感じがして。わかる。僕も一人の時、なぜか言っちゃう。日本の習慣って体に染みついてるんだよね。そうなんですね。私も日本に来て1年で
もうこの習慣が身についちゃいました。で、家出てから学校まで自転車で15分です。自転車通学、いいね。健康的だし。僕は電車だから。あ、満員電車ですか？そう。朝の中央線、地獄だよ。大変ですね。私、一回だけ朝のラッシュに乗ったことあるんですけど、もう二度と乗りたくないです。息できないし、体痛いし。でも毎日乗ってると慣れるんだよね、不思議と。慣れるんですか？すごい。私、絶対無理です。まあ慣れたくないけどね。でも、電車の中でできることもあるよ。本読んだり、音楽聴いたり。満員電車で本読めるんですか？スマホで電子書籍ね。紙の本は無理。両手使えないから。なるほど。あ、そういえば、電車の中で寝てる人、よく見ますよね。あれ、すごいです。私、立ったまま寝るとか、絶対無理。あれも慣れだよ。でも、乗り過ごしたことある？ハルト先生、あるんですか？この前疲れすぎて寝ちゃって、起きたら終点の高尾。高尾。それ、どうしたんですか？また電車乗って戻った。会社に1時間遅刻。めっちゃ怒られた。それは、大変でしたね。でも、何か、ハルト先生も普通の人なんだなって思って、親近感湧きました。普通どころかダメ人間だよ。でもまあ、そんなもんだよね。人生って。そうですね。完璧な朝なんてないし、失敗しても大丈夫ですよね。その通り。リスナーの皆さんも完璧を目指さなくていいです。寝坊したって、忘れ物したって大丈夫。それが人間。はい。今日の会話めっちゃリアルでよかったです。N5 から N3 の学習者の方も、あ、自分もこういう朝あるあるって共感できたんじゃないかな。うん、そうだといいね。基本的な動詞とか日常の単語もたくさん出てきたし、起きる、食べる、忘れる、乗るとか、本当に毎日使う言葉ばかりでしたね。そうそう。で、大事なのは完璧な文章じゃなくて伝われば OK ってこと。そうですね。私も最初、完璧な日本語話そうとして、逆に何も言えなくなったことあります。わかる。でも今のみゆすごく自然に話せてるよ。本当ですか？ありがとうございます。じゃあそろそろ時間だね。今日もありがとうみゆ。こちらこそ。あ、リスナーの皆さん、コメントで私の朝の失敗談教えてください。いいねそれ。みんなの失敗談聞きたいな。じゃあ皆さんまたね。また来週。今週も頑張っておきましょう。はい。明日は頑張ります。